空が青いな塗装始めたんかい。はい、おはようございます。今日はですね、前回途中までだった、こちら、OSB パネルを今日は下塗りから始めていきたいと思います。ということで、どうぞよろしくお願いいたします。人月。はい、ということでですね、まずはですね、下塗り剤ということで、こちら水性反応硬化型ウレタン変性アクリルエマルション木部用下塗り塗料ということで、日本ペイントの水性ウッドベース2ホワイトということで、こちらの糸感を、塗っていきたいと思います。以前ねボード用の、下塗りを塗ったんですが、なんかこちらは、木材用ということで、また違うらしいでございます。ボード用はね、表面が紙なものですから、またちょっと違う下塗り剤ということになっているそうでございます。で塗ってみるとね、わかるんですけど、やはりパテ処理していないので結構 OSB パネルは、表面がザラザラしていると。そしてこう真ん中の方が、やたらと、ボコボコしててですね、塗料が奥まで入らないということで、こういうですね下塗り剤が推奨されているそうでございます。ということでね、通気を良くして、おっとまた誰か来ましたね。はい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 、また再び登場。狙ったようにカメラにちらっと映り込みますけれども、またレオくんとレオくんのおっちゃんが遊びに来てくれました。はい、ということでね、はい、今度西面、しばらくねくっちゃべってて帰ってきましたけども、西面のこの高い部分ですね、はい、ここを、塗っていきますが、またこれもちょっと天井が高くて大変です。まあでもね、天井を作らないというふうに決断したわけですから、致し方ないですね、ここはね。ということで、我慢して、脚立で上まで登って砂月を持って、ハケを持ってですね、地道に塗っていこうかなということでやっております。この部分だとね、トップで高さがですね5メーターを超えるわけでございますよ。はい、ということでね、かなり、天井が高いということになっておりますね。でもね、この面、一番大きい面がですね、広い、部分になりますので、いろいろこの後ですね、棚を作ったり、下はね作業台を作ったりですね、上が広いのでいろいろできるのかなと。例えば
プロジェクターのモニターを作るとかね、はい、そういうのもできるでしょうし、いろいろ用途が使えるのかなということで、やっております。通常であればね、こういう場合は足場を組んで足場を使って塗装するということだと思いますが、足場も結構お金かかりますからね。はい、ということで、脚立でですね、地道にやれば、その時間をね、何日までにやれとか、決められているわけではございませんので、ゆっくりのんびりと、地道にやっていきたいと思います。そしてこのトイレのね、上部、マスキングをちょっとしていなかったので、下がボタボタ落ちるんですね。はい。ということで、トイレの方もマスキングしてですね、はい、下塗り剤を塗っていきたいと思います。予想していた通りですね、下、この足元ですね、大量のボタボタ塗料が落ちております。どうやってもですね、垂らすんですよね。はい。そしてせっかく養生したにもかかわらず、この後悲劇が起こります。それとね、養生したマットとマットの間がまた運よく垂れちゃったりですね、もう土間も塗料だらけでございます。はい、ということでね、下塗り剤を、ローラーで届かないところ、コンセント周りとか、下場、上場、入り墨のところ、このようなところを今ハケで塗って折る作業となっております。これで脚立を広げて置いとくとですね、その、脚立を支えている部分が塗れないんですよね。はい。ですので一回脚立は溶かして、そして横で塗ると。でもそうするとまだ乾いていないので、しばらく乾くのを待つと、そういうような、作業をやっております。この7尺の脚立で一番トップに立ってやっと、南面は届くということでございます。そしてね、下塗り剤いよいよハケ塗りが終わったので、ローラーで塗っていこうというふうに考えております。はい、ローラーがね、またね、ベタベタ下に塗料をこぼしております。そしてまた塗っては降りて塗料をつけてですね、そして登ってまたローラーコロコロやっております。この後ね、めんどくせえやということで足場を組もうかなと、7尺の脚立に足場板を、通してですね、それでやろうと思って、やっていきます。でも結局このやり方が一番力が入ってですね、いい塗り方なのかなとは思いますけどね。はい、これね、脚立のかけてた部分が、塗り残しになってますんで、はい、そしてもう一度塗ってますね。はい、そしていよいよローラー、次へっていうんですかね、その2段階の、次へ高いところを塗るための
ローラーを使っていよいよ大きい面を塗っていっております。なんかね、ちょっとね、昨日ぐらいからですね、風邪ひいたんですかね。ちょっと前ね、いつもはですね、腰が痛くなったり、歯茎が痛くなったりですね、風邪をひく前兆があったんですけど、今回はですね、いきなり喉と、鼻水ですかね、腰の痛みは全くなく、いきなり喉と鼻水の症状が出てまいりました。ということでちょっとね、声がですね、風邪声になっているかもしれませんけれども、まあそんなに、ひどい状況ではないので、作業もやっておりますし、こうやって編集作業もやっております。ということでね、この辺でまた塗装見させられているのもつまらないでしょうから、はい、宇宙の話を、またしていきたいなと思います。今ね、やっぱ宇宙ネタといえばですね、イーロン・マスク率いるスペース X、これがもう世界でダントツで、パイオニアとしてですね、最先端を言ってるということだと思うんですけれども、これは周知の事実だと思います。で、2024年10月13日、先月ですね、に大型宇宙船スターシップの5回目の無人飛行試験を、実施したそうでございます。で、これはね、何がすごいかというとですね、初めて第1弾目の大型ブースターを発射台に戻したんですね。はい。これに成功したということで、素晴らしいということになっております。で、この試験ではですね、打ち上げから約7分後、ブースターが制御された状態で発射台に降下してですね、地上に備え付けられた2本のチャップスティック、箸ですね、箸のような装置に、両側を挟まれて着手したということで、この成功によりですね、再利用可能なロケットシステムの実現に一歩近づきですね、宇宙開発のコスト削減や効率化に期待されているということでございますね。はい。で、スペース X はスターシップの改良を続けてですね、将来的には火星への有人ミッションを目指しているということで、前回もちょっと話したかもしれませんが、スペース X はもう月にですね、120何本もロケットを打ち上げて、テストをしたり、あと、人工衛星を飛ばしたりですね、かなりのスピードで今宇宙へ飛ばしております。そしてね、イーロン・マスクがですね、スペース X をなぜやってるかと言いますとですね、インターネットサービスのですね、スターリンクというものがあるんでございますね。通常は、地上で、電線を走らせてですね、そして、近い部分は Wi-Fi で飛ばすというようなインターネットサービスというのが、主流でございます。これはですね、いわゆるインフラに頼ったインターネット回線ということで、さらにですね、例えば、海の中を地下ケーブルが通ってましてですね、日本なんて島国でございますので、例えばアメリカから太平洋を、地下ケーブルで、有線でつないでおるわけでございますね。はい。でもこれが何か災害やですね、有事が起こった時に、ちょん切られたらもうネットがつながらないという状況になってしまいますので、
このスターリンク、イーロン・マスクは考えましたね。はい。いわゆるですね、人工衛星を使って、地上と通信しようというふうに考えております。で、この人工衛星がまた面白いものでですね、低軌道の人工衛星、いわゆるあんまり高いところを飛ばしちゃうと、電波が届かないものですから、高度約550キロの低軌道に、多数の衛星をコンストレーションしているということでですね、地上と、の距離を短くすることにより、従来の衛星通信よりも、遅延がないということで、ございます。昔ね、衛星電話みたいなのがあったんですけどね、はい、これはちょっと多分潰れちゃったと思うんですよね。もう、なくなってしまいましたけど、多分その延長線上でやってるんだと思います。で、このね、低軌道、高度550キロの低軌道に、人工衛星を、配置しているということなんでございますが、今何台飛ばしているか皆さんご存知でしょうか。このですね、スターリンクのために飛ばしている、人工衛星ですね、2024年9月の時点でですね、実はもう7000機の低軌道人工衛星を、打ち上げているということになっております。スターリンク衛星などとも言われておりますが、約7000機がですね、連なって、コンステレーションされておりましてですね、いわゆる地上と、常に、通信できるような状況を作ろうとしているわけでございますね。そのうち多分地球を一周もう電車のようにですね、連ねるということなんだと思います。でね、このスターリンクというものはですね、いわゆる地上のインフラが整備されていない地域、例えば山間部や離島などでもインターネット接続が可能ということで、非常に期待されているというサービスになっております。で、日本ではね、2022年の10月、日本でのサービスを提供を開始いたしました。アジア地域では初の展開となり、北海道から関東の一部地域で利用可能ということですね。サービス利用料金は月額12,300円。ちょっと普通のインターネットよりはお高めでございますね。それと専用のですね、パラボナアンテナ的なものが必要で、これが今73,000円もするそうでございます。だいぶね、安いのも出てきているそうでございますが、結構ちょっとコストが高いかなと。ただ山間部でインフラ電線を通すよりは安いということで、Wi-Fi が飛ばないエリアですね、都会の人は全く関係ないと思いますが、山沿いの人たちは、これが使えるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、もう面白いですよね、本当に。イーロン・マスクからちょっと最近目が離せないという感じでですね、とてつもない面白いことをいっぱいやっております。ということでね、画面はですね戻りまして、一応下塗り塗装が終わったので、本塗りのですね白のペンキ、これの1回目、を水性ケンエースというですね、これもまた日本ペイントの白のペンキ、これね、
コスパがいいんですよ。安いんですよね。はい。ということで、こちらを使って、またハケでですね、濡れない細かい部分、コンセント周り、あと縁下とか、柱の周りとかですねをハケで塗っていっております。まあね、これ見てね、なんだムラムラじゃねえか下手くそなんて思っちゃっている方いらっしゃると思います。はい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 。これはね、下塗りなんで当たり前でございます。あまりね、この一瞬見ただけでね、人を判断するのはそこのあなた、やめましょう。はい。最後まできっちり見てから、はい、判断しましょうね。文句言うのは簡単です。はい。ですけれども、実際やるのは大変なんです。はい。傍観者にならずに実行者になっていきましょう、皆さんね。はい。そっちの方が楽しいですよ。ということで、細かい部分ね、白のハケ塗りが終わりましたんで、いよいよローラーで、塗っていこうという風で、これね、足場、7尺の脚立に足場板乗せて、やり始めましたが、いちいちの降りるのがめんどくさいので、この後、乗せましたが、ハプニングが起こります。はい、1回目ね、つけて、おっと、うわやってしまいました。はい。でも何事もなかったかのようにですね、私はですね、動じません。はい。そのまま下にこぼれたものを、ローラーで拾いですね。そして塗り続けていきます。はい。なんかあったの的な感じで、やっております。ということでね、だいぶ下の地面の方にも土間の方にも、落としてしまったので、もったいないので、それも使っていきたいと思います。まあ、幸い汚いとか砂利のところに落ちたわけではないのでですね、はい、そのまますくってですね、使っていこうという感じで考えております。で、大方ね、この高い部分ですね、のローラーが、終わりますので、はい、そしたら、脚立足場板を外してですね、地面からやろうというふうに考えております。すごいでしょう、ローラーね、結構遠くまで届くんですよ、これね。はい、そして、はい、下にこぼしたやつを拾ってすくっていきます。ああ。ということで地面にぶちまけてしまいましたね。はい、足場板も上にも、塗料をこうしております。もったいないんでね、すくってですね、はいはい、もったいないので、はい、すくって、塗っていきます。はい、もったいないということでね、はい、塗っていきます。そして足場板の上の、塗料も拭いてですね、はい、そして、地面に落ちた塗料をすくいながら、はい、塗っていきます。これをね、またね、足で踏むと大変なことになるんですよ。足跡が、そこら中に、土間につきますんで、自分の行動範囲すべて白いペンキがついてしまうということですので、なるべく踏まないようにですね、はい、
やっております。そして新しくねペンキをですねもう一度、作り直して、はい、そしてもう一度、塗っていきます。ということでね、イーロン・マスク率いるスペース X、こちらもね、今後もさまざまな宇宙開発計画を進めているということでございます。でこの今回ね、再着陸したですね巨大宇宙船スターシップ、これはですね全長が 121.3 メーターということでね、巨大な宇宙船ということでございます。やっぱりね、細くて小さいロケットだと、物資は運べませんからね、月移住計画に必要なものはですねやはり、材料、建築資材や重機などが積めるようなですね、大型宇宙船が必要になってくるということで、このスターシップ計画というのはですね非常に、意味があるのではないでしょうか。そしてですね、月面着陸ミッションということでスターシップは、NASA のアルテミス計画、月面着陸船としても採用されているそうでございます。これがアルテミス3ミッションで、スターシップが有人月面着陸を行う予定ということでございますね。そしてスペース X はですね、スターシップを用いて人類の、火星移住をまた目指しておりましてですね、イーロン・マスク氏は将来的に、火星にですね100万人規模の都市を建設し人類を他惑星、種にすることを目標としているそうでございます。それとスターリンクですね、さっき言ったインターネットサービス、低軌道衛星を活用したですね、スターリンクの展開も進行中で、2024年9月の時点で、スペース X は7000機、スターリンク衛星を打ち上げておりましてですね、これにより地球全体への高速インターネットサービスが、提供が期待されているということでございます。そして、白のケン S、水星ケン S のこれね、前使ったやつの余った時の分なんですけれども、はい、こちらを砂月で、切りまして、そして、残っている塗料をヘラで、出しております。もったいないんでね、これね。はい。ケーキベラっていうんですかね、これね。料理するときに使うヘラで、書き出しております。私はですね、ヨーグルトの蓋、開けた時にですね、蓋の部分にヨーグルトがくっついていると思うんですけれども、それもですね、必ずベロで舐める人でございます。もったいないんでね、この捨てちゃうとね。ということで、いよいよ南面のですね、白の塗装をやってっております。引き戸釣り戸、岡ちゃんが設計した引き戸釣り戸のですね上部を今塗っているところでございますね。こうやってねよく見ると、ムラになってますよね。これがいわゆる OSB パネルがボコボコしちゃってるんで、中まで浸透しないということですね。はい。これが石膏ボードとの違いですね。はい。ということなんで、
2回塗りで終わんないかもしれませんね。3回ぐらい塗らないと、綺麗にならないかもしれません。ということでね、この辺で本日の作業は終わりとなります。そしてこれが、本日の作業内容となります。下塗りの段階で、ムラムラだった、白い壁面、本塗り1回目で、まあ少しね、ムラが減りましたね。ただやっぱこれだとムラムラなので、もう1回、やってみます。そしてそれでもダメであれば3回目を塗っていきたいと思います。ということでね、本日の作業はこちらになりました。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、西面と南面のですね、OSB パネルの、下塗り1回、そして、白の、塗装を1回、塗りました。はい。ということで、ちょっとやっぱね、ボードと違って、かなりデコボコしてるんで、難しいですけど、あとね、パテやってないんで、ボードとボードの継ぎ目、は目立ちますけれども、まあいいかなという感じで、次、白の塗装2度目塗りをやっていきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。ゲッツ